はいどうも、いつきんです。今日の動画は新しいキャラが発表されましたので、そちらを解説していきたいと思いますが、その前に一つだけ宣伝をさせてください。現在、エピックセブンに関する質問などを受け付ける場所が YouTube のコメント欄しかなくて、長い質問とかはですね、気を使ってちょっとしづらいという人がいそうなので、質問用のマシュマロを作成しました。この動画の概要欄の URL か、X からも URL で飛べますので、そちらから質問をしてください。このキャラの装備見せてとか、お気軽な質問どんどんしていただければと思います。でもちろん YouTube のコメント欄でも構いませんので、今まで通りコメント欄に書いてもらっても OK ということで、質問の場所が1個増えましたよという感じになっておりますので、よろしくお願いします。はい、それでは早速見ていきましょう。新キャラはこちらということで、ゼニュアですね。これはゲーム内ではかなり昔からいたキャラクターで人気もですね結構あるみたいなんですが、待望の非属性アタッカーということで、ステータスは天活級ということなので、光せずとか光回論、制約英雄だと木のセリンとか木のビオエレタと同じステータスになっています。そして陣形がクリティカル率ということで、ステータスを重視するなら2、3凸ぐらいはしたいかなというキャラクターになっております。それではスキルを見ていきましょう。今回からねちょっと表示の仕方が変わってかなり見やすくなりましたね。スキルにはパッシブスキル、こういう風にね記入されるようになったので、不慣れな人も分かりやすくなったんじゃないかなと思います。こちらのスキル2が気絶するダメージを受けた時、自身に不死を一ターンの間付与、バトル中1回まで発生するとなっています。さらに攻撃を受けた後、生命力が 50% 以下になった場合、プラン A を発動。こちらは5ターンに1回までとなっています。で、プラン A というのが自身の弱体効果を全て解除し、狂気を2ターンの間付与した後、アクションゲージを 50% アップさせる効果となっています。カイロンや闇伊勢と同じ致死ダメージを受けると不死を付与するスキルなんですけど、バトル中1回までなので注意してください。さらにプラン A は生命力が 50% 以下で発動ということで、この致死ダメージの時に不死を付与するキャラクターの対策としては、闇伊勢のようなキャラで強化負荷プラス追加ダメージで倒す、強化負荷を与えた後に不死を空打ちさせて追加ダメージで倒すっていう方法があるんですけれども、ゼニュアの場合はプラン A が追加ダメージより先に発動するはずなので、後で紹介するモチーフ古代遺物を装備していれば気絶を免れることができます。さらにこの効果は対クリーブにおいても有効なので、ランによる効果抵抗無視のスキル3で不死を消したとしてもプラン A が発動するので上を取り返すことができます。はい、そして続いてはスキル3、こちらアクティブになります。敵単体を攻撃し自身の生命力を回復する、対象の防御力を貫通、クリティカルが発生した場合、対象以外の敵全体に自身の攻撃力に応じた追加ダメージを与えるとなっています。はい、最近多すぎる防御力 100% 貫通スキルとなっております。もはや防御力ステータスの存在意義がなくなりそうで怖いんですが、それに加えて追加ダメージを持っているということなので、ダメージ制限を持つ木のリリアスとか光セリンなんかとも相性が良さそうかなと思います。さらに接触せずにダメージを与えれるので、光ランディとか闇ユピーネを削る役割としても優秀かなと思います。はい、そして最後にスキル1。いや、これがね、やばいです。敵単体を攻撃し、自身に攻撃力アップを一ターンの間付与。自身が狂気状態の場合、丸かじり、これスキル3ですね。追加で発動する。スキル3は自身のターンに1回まで発動となっています。驚異のスキル1ですね。もうこの別のスキルが発動するっていう効果がスキル1についてる英雄は、大体強いんですが、これはさらに狂ってますね。スキル3を使えちゃうっていう点で、条件さえ揃えば瞬間火力はどの英雄よりも高くなるんじゃないかなと思います。なんせスキル3が防御力無視ですから、今現在は狂気バフを他人から与えられることはないんですが、ゼニュア自身の狂気付与もですね防ぐことができないので、うかつにゼニュアに攻撃してしまうとスキル3を最大で3連打されてしまいますので、
非常に強力なスキルだと思います。特に環境に今多いラストライダークラウへの牽制にもなりそうですね。ラストライダークラウスキル3打ってしまうとほぼ確実にゼニュアの HP が半分切ってしまうと思うので、それで狂気をつけられてしまうともうそっからスキル1、2連打、スキル3ももう1回自身で使うっていう感じで計3回スキル3を打たれてしまうので非常に注意が必要な英雄だと思います。はい、そしてモチーフ古代物はこちらになります。攻撃力が 15% アップし、攻撃以外のスキルを使用した後、攻撃力の最大 70% のシールドを2ターンの間付与するとなってます。非攻撃をゼニュア自身が持っているので、それを利用してシールドを貼るっていう形ですね。なので冒頭に言った通り、この効果を利用して強化負荷からの追加ダメージを防ぐことができます。で、この古代遺物は非攻撃スキルを持っているアサシン、さらにシールドが欲しいキャラクターと相性がいいので、光セリンとか木のリリアスにも合いそうではあるんですけど、基本的にはゼニュアに一番相性が良くなっているかなと思います。似たような古代遺物にエスパコラボの時に来た限定遺物のアーマメントっていうのもあるんですけれども、こちらでもですね、一応代用ができます。で、アーマメントは攻撃力ではなくクリ率を増加させる効果がついているので、例えば陣形突できなくてクリ率がちょっと足りないとかいう場合はですね、アーマメントであれば 15% 底上げすることができるので、場合によってはアーマメントでも全然いいかなと個人的には思います。はい、というわけで一通り紹介をしてきましたので、大まかな今のところのキャラ評価なんですけれども、とにかくですね、現環境非属性のアタッカーがマジでいないっていう中で、高火力かつ即死しない英雄が来たのはめちゃくちゃ嬉しいキャラクターだと思います。で、性能もですね、これめちゃくちゃいいのが対クリーブにも使える性能になってるし、さっき言ったみたいにラストライダークラウとか全体攻撃を使ってくる、ユピネとかね、あとランディとかみたいな不意に全体攻撃を打ってくるキャラクターに対しても、このゼニュアっていうのはメタにもなり得る英雄なので、汎用性がめちゃくちゃ高いかなと思います。で、ステータスに関しては攻撃力が重要となるので、攻撃力セットを使ってもいいですし、破滅セットで首飾りを攻撃力パーセントにしてもいいと思います。で、ここからはですね、ゲージ関連の話になるんですが、ちょっと調べてみました。はい、ゲージ関連なんですけども、何を調べたかっていうと、要するにクリーブに対してゼニュアを出した時に上を取り返せるのかっていうところですね。で、今現在流行りのクリーブというのは、根力からの闇ルート備費の 20% アップなので、これを超えれるかどうかっていうところですね。で、今回、対象として使ってるのが光せず。これがステータスとしてはゼニュアと同じなので使ってます。で、この今の光せずのスピードが200弱、190ですね。なので、50% アップすると 110% となって、ルート備費が 20% 上がっても追い越すことができますね。なので、ランなんかで、先に動いて、スキル3を根力使って打ってしまうと、この時点でゼニュアの HP がおそらく半分切ってしまうと思われるので、その段階でルート備費が上がってきても先にゼニュアが上を取り返すことができるという形で、スピードに関しては200ぐらいあれば最低でも追い抜かすことはできるんですが、相手が闇ユピネを取ってきたクリーブだったりとかポリティスを入れてきた場合は半減してしまうので、それを考えるともう少しスピードあってもいいかなという感じはしますね。250とまではいかないですけど、230ぐらいまでスピード上げても使いやすいんじゃないかなと思います。はい、そして次に古代遺物なんですけども、さっき紹介した時はモチーフ古代遺物が一番いいっていう風に言ったんですけども、闇のイセリアをそもそもプレ版したりとか、対して苦労してませんよっていう人はですね、他の遺物でもいいと思います。で、一応代用となるのがさっき紹介したアーマメントですね。これクリティカル率が 15% 上がって、で、これもですね、攻撃以外のスキルを使用するとシールドを付与すると。で、これもですね、シールドの分厚さかなりあります。このレベルに対してのシールドって結構分厚いので、どれぐらいの差があるかはちょっと明確には試していないのでわからないんですが、おおむね変わらないぐらいのシールドは付与できるんじゃないかなと思うので、持ってる方はアーマメントでもいいかなと。そして他の遺物ですね。そもそもシールドいりませんよっ
っていうのであれば、旋風で潜伏してもいいですね。これも攻撃力上がるので、攻撃力的にはこちらでも問題ないかなと思います。あとはリアル視。これでもう上振れ狙いっていうのもありですね。あとは非攻撃を絶対許さないっていうのであれば、秘伝の書を使って、さらにゲージアップを狙っていくっていう方法も、クリーブに対しては強みが出るところもあるかなと思います。はい。というわけで、かなり使われそうな英雄なので、この英雄の影響で、州とかの氷アタッカーがまた増えて、環境が変わってくるんじゃないかなと思います。特にバランス調整が明日来て、翌週の実装なので、多分ね、明日の調整からクリーブがまた増えてくると思うんで、1週間、このゼニュアが実装されるまでは、しばらく、クリーブ有利な環境になるんじゃないかなと思うんですけど、ゼニュアの実装でさらにそれが変わってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回ゼニュアを紹介してきましたが、めちゃくちゃ良い、キャラクターですので、皆さんもぜひ引いてみてください。対人やるならまず引いといて損はないキャラかなと思います。というわけで今回の動画はここまでとなります。皆さんのコメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。